18世紀後半、ヨーロッパ列強の力関係は7年戦争後に大きく揺らぎ、オーストリアとフランスは宿敵から同盟国へと転じた。その結節点として誕生したのが、オーストリア王女マリー・アントワネットのフランス王太子妃への腰入れである。華やかな宮廷生活と浪費の象徴として語られがちな彼女だが、実際には外交戦略の一環として常に列強の視線の中に置かれ、時には極秘の通信網を通じて国際情勢に介入した存在でもあった。服飾や宮廷儀礼の選択さえも国内外の政治的メッセージとして機能していたのである。もし彼女の行動が単なる王妃の気まぐれではなく、冷徹な情報戦の一部だったとしたら、私たちはその人生をどのように読み直すべきだろうか。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、オーストリア王女としての誕生とフランス王太子妃への腰入れ。1755年11月2日、ウィーンのホーフブルク宮殿でマリア・アントーニア、後のマリー・アントワネットは誕生した。母は神聖ローマ皇帝フランツ一世の皇后であり、ハプスブルク家の女帝マリア・テレジアである。16人の子を設けたが、そのうち10番目の娘として生まれた彼女は、当初は政治的に特別な位置づけを持たない末娘に近い存在だった。しかし7年戦争1756から1763の終結後、ヨーロッパの国際秩序が再編される中で、その立場は急速に変化する。7年戦争の敗北で、オーストリアはかつての領土であるシュレージエンをプロイセンに奪われた。女帝マリア・テレジアはこの失地を回復するために、従来の外交方針を大きく転換し、宿敵フランスとの同盟を選択する。1756年に結ばれたベルサイユ条約は、このいわゆる外交革命の象徴であり、ハプスブルク家とブルボン家は歴史的な婚姻政策によって関係強化を進めることになった。その戦略の最終段階に置かれたのが、マリア・アントーニアの政略結婚である。フランス王太子ルイ、後のルイ16世との婚約は、1769年に正式に合意された。これは単に王室間の儀礼的結びつきではなく、対プロイセン包囲網を補強し、イギリスの大陸介入を牽制するという軍事、外交的意図を伴っていた。実際、当時の外交文書には、この婚姻は平時の友好を保障するのみならず、戦時において同盟の忠実な履行を確保する礎となるべしと記されている。だが、フランス国内には根強い反オーストリア感情が存在していた。7年戦争でのフランスの敗北は、オーストリアとの同盟が足かせになったと考える者も多く、宮廷内の一部派閥はこの縁組に懐疑的だった。特に王族内部でも反オーストリア派のコンティ公爵家やプロバンス伯、後のルイ18世周辺は、早くから彼女を異国の王妃として警戒した。マリア・アントーニアがフランス宮廷に到着したのは1770年5月、ストラスブールで盛大な歓迎を受けた後、フランス領内で行われた儀式、ド・ラ・クーチュールによって、オーストリア王女としての衣装や随行品は全て取り上げられた。この儀礼は象徴的で、彼女がハプスブルクの一員からブルボン王家の一員へと最短することを意味していた。しかし、これは同時に外交的な断絶を象徴し、母マリア・テレジアが密かに維持したいと望んだオーストリアへの影響力が表面上は遮断された瞬間でもあった。その裏で、母は娘に、フランス国王夫妻の信頼を得よう、ただし皇帝の妹としての誇りを忘れるなという書簡を送り続けた。これらの手紙は、単なる家族の愛情表現ではなく、情報収集と報告の命令でもあった。実際、ウィーン宮廷は彼女を通じてベルサイユ宮廷の内部事情を知ろうとし、アントワネットの初期の役割は、王太子妃としての宮廷生活よりも、母のための目と耳としての働きに重きが置かれていた。一方、フランス側の王太子ルイは内向的で、狩猟や錠前作りを好む青年だった。外交的な場面や社交術には不慣れで、夫妻の結婚生活は当初から形式的なものでしかなかった。これがやがて宮廷内外で王太子夫妻不仲説を生み、彼女の立場を微妙にした。
だがこの時点ではまだ彼女の役割はブルボン・ハプスブルク同盟の象徴という重責そのものであり、その存在はヨーロッパ列強の外交図の中に明確に位置づけられていたのである。現代の研究者はこの婚姻を感情的な結びつきよりも外交的装置としての意味が圧倒的に優先された稀有な事例と評価する。つまりマリー・アントワネットの物語は最初の一歩から恋愛や宮廷ロマンスではなく冷徹な国際政治の計算の上に築かれていた。彼女の華やかな登場の裏にあったのは戦争の記憶と国境を越える権力闘争であり、その運命はこの瞬間からすでにヨーロッパの政略史に組み込まれていたのである。第2章、王妃としての宮廷文化改革とその政治的意味。1774年、ルイ15世の死去により王太子ルイがルイ16世として即位し、マリー・アントワネットは19歳でフランス王妃となった。この若き王妃が最初に直面したのはベルサイユ宮廷の古くからの儀礼とフランス国内に広がる財政危機という2つの現実だった。表面上は華麗な即位であっても背景では国庫の赤字、重税に苦しむ農民、そして貴族間の派閥抗争が同時に進行していたのである。王妃となったアントワネットは母マリア・テレジアから王の信頼を得つつ、あなた自身の評判を守るようにと再三忠告されていた。だが彼女が選んだ最初の行動は宮廷の硬直した社交儀礼を緩和する方向に舵を切ることだった。例えばプチ・トリアノンと呼ばれる離宮を自らの私的空間として整備し、そこでは形式ばらない集まりや音楽会、軽装での散策などを楽しんだ。この開放的な空間は従来のベルサイユ文化に空いた一部の若い貴族や芸術家に歓迎された一方、保守的な宮廷派には王妃が正規の儀礼を軽んじているという不満を呼んだ。特に象徴的だったのが衣装の変化である。彼女は王妃として初めて従来の豪奢な宮廷衣装ではなく、白い薄地の木綿製ガウン、シミーズ・アラレーヌを公の場で着用した。この服は一見質素でありながら、当時フランスの綿布産業や植民地貿易の発展を背景に広まっていた新しい素材を用いたもので、経済的には国内産業を後押しする効果があった。しかし肖像画家ビジェル・ブランが描いたこの姿は伝統派から下着姿のようだと批判され、宮廷の格式を傷つける行為とされた。ここには二重の意味があった。一つは王妃としての個人的趣味の表明、そしてもう一つは意識的か無意識かは別として経済と外交のメッセージである。当時フランスはインドや西インド諸島との貿易を通じて綿布市場でイギリスと競っていた。王妃が綿布を公的場面で用いることは間接的にこの市場競争への支持を示す行為だったとも解釈できる。現代の経済史研究ではこの衣装の流行がフランス国内の織物業や農業に一定の刺激を与えたことが確認されている。また王妃は音楽や舞台芸術にも積極的に関与した。特にグルックなどオーストリア出身の作曲家をパリに招聘し、オペラ改革を推進したことは文化的事件と言える。グルックの作品はフランス伝統のオペラセリアの形式を刷新し、より簡潔で劇的な構成を導入したが、これはフランス音楽界で大きな論争を呼んだ。グルック派とピッチン2派に分かれた論争は単なる音楽思考の違いではなく、オーストリア文化の影響を警戒する政治的対立も含んでいた。さらに王妃は宮廷の慈善活動にも関わり、孤児院や病院への支援を行ったが、これらの行為は庶民層の直接的な生活改善にはつながりにくく、むしろ贅沢を正当化するための飾りとみなされることもあった。理想的な自然回帰思想の影響を受け、トリアノンで農園を整備し自ら牛の世話をする姿も見せたが、農民からは見せ物の農業と皮肉られた記録が残っている。こうした改革や試みは結果的に王妃の支持基盤を拡大することにはつながらなかった。宮廷儀礼の簡略化は保守派の反感を呼び、経済的意図を伴った衣装改革も表層的には浪費と軽薄の象徴として受け止められた。しかも印刷技術とパンフレット文化の発展により、王妃の私生活や思考は都市のカフェや市場でも話題にされ、しばしば誇張や風刺を伴って流布された。
現代の視点から見ると、マリー・アントワネットの文化改革は18世紀末のフランス社会における価値観の衝突を映し出す鏡であった。伝統的な絶対王政の権威を支える儀礼と、啓蒙思想や経済変動に対応しようとする新しい生活様式、この2つを両立させる試みは、当時の政治的社会的摩擦を増幅させる結果となり、やがて浪費の王妃というレッテルの土台を形作ることになる。第3章、反オーストリア感情と首飾り事件の政治的利用。1785年に発覚した首飾り事件は、マリー・アントワネットの評判を決定的に悪化させた出来事として広く知られている。だが、事件の背後にはフランス宮廷内外の反オーストリア感情と巧妙に仕組まれた政治的利用が存在していた。この事件の表向きの筋書きはこうである。かつてルイ15世が愛称デュ・バリー夫人のために特注したとされる高価なダイヤモンドの首飾りが、王妃マリー・アントワネットの名を語って購入されようとした。詐欺の主犯はジャンヌ・ド・ラ・モット伯爵夫人であり、彼女は枢機卿ルイ・ド・ロアンを利用して首飾りを入手し、資金を得ようとした。ロアン枢機卿は王妃の信頼を回復したい一心で、偽の手紙や密会を信じ込み、取引を仲介してしまった。重要なのは、王妃本人は首飾りにも事件にも関与していなかった点である。しかし、事件が暴露されるや否や、世論は浪費と虚栄に溺れた王妃が陰で高価な宝飾品を手に入れようとしたという印象を強く抱いた。これは偶然ではなく、反オーストリア派による情報操作が大きく作用していた。当時のフランスでは、7年戦争以来の反オーストリア感情が依然として根強かった。ハプスブルク家出身の王妃は、オーストリアのスパイ、国家財政を浪費する異国人といった中傷の標的になりやすく、特に宮廷派閥の中でもロアン家は、過去にオーストリアとの外交方針をめぐってマリア・テレジアと対立していた。このため、ロアン枢機卿の失脚は一部の派閥にとって政治的な利益となり、事件は王妃攻撃の格好の材料とされたのである。さらに、1780年代は印刷文化の隆盛期であり、事件を風刺したパンフレットや挿絵が瞬く間にパリ中に広まった。パンがなければお菓子を食べればよいという有名な言葉は、この時期に王妃への中傷として改めて流布し、実際にはルソーが自伝で匿名のある王女の言葉として記した逸話がアントワネットのものとして固定化されていった。こうした情報の氾濫は、宮廷の公式発表や裁判の結果、王妃無罪を圧倒的に上回る影響力を持った。首飾り事件の裁判は、結果的にロアン枢機卿の無罪とジャンヌ夫人の有罪で終わった。だが、このロアン無罪こそが王妃の立場を一層危うくした。世論は、高位聖職者がこれほど確信して王妃の名を使ったのなら、何らかの真実があるはずだと解釈したのである。ここで重要なのは、司法の判断そのものよりも、民衆が信じたい物語を優先したことだ。フランス革命前夜の社会では、事実よりも印象や感情が政治を動かし始めていたことを、この事件は象徴していた。現代の歴史研究では、首飾り事件は単なる宮廷スキャンダルではなく、王権の正当性と王妃の人格を同時に攻撃するための情報戦として理解される。事件直後から反王妃派は、彼女の浪費癖と外国出身であることを結びつける論説を大量に流布し、アントワネット像を贅沢な敵国人として固定化した。結果として1789年の革命期には彼女の弁明はほとんど聞き入れられず、国民議会や新聞は彼女の存在そのものを政治的不安の源として扱うようになる。こうして首飾り事件は、法的には王妃の潔白を示しながらも、政治的には彼女を致命的に傷つける効果を発揮した。事実と印象の乖離、その隙間を突く情報操作、これこそが後に革命が進む中でアントワネットを孤立させる大きな要因となったのである。第4章、革命勃発とバレンヌ逃亡事件、外国勢との連携失敗。1789年、フランス社会は財政破綻と食糧危機、そして身分制への不満によって沸騰していた。5月に召集された三部会は、第三身分、平民の強硬な姿勢によって国民議会へと転化し、
7月14日のバスティーユ襲撃が象徴するように、絶対王政は急速に揺らぎ始めた。マリー・アントワネットにとって、この年は宮廷内の権威者から国民の敵へと世論が変化する分岐点だった。革命初期、王妃は夫ルイ16世よりも政治的に積極的な姿勢を見せたと記録されている。特に外国との関係では、彼女はオーストリアの弟レオポルト2世、当時は神聖ローマ皇帝やプロイセン王フリード、イヒ、ヴィルヘルム2世との書簡を通じて支援を模索した。これは単なる家族間の連絡ではなく、王政の存続をかけた国際的な交渉だった。だが、当時のフランス国内では、外国の軍事介入を呼び込む行為は、祖国への裏切りと受け止められ、王妃の評判を一層悪化させた。1791年6月、ついに王一家はパリを脱出し、東部国境近くのモンメディ要塞を目指すバレンヌ逃亡を決行する。計画はオーストリア軍の保護下で安全を確保し、その後にフランス国内の王党派と合流して革命勢力に対抗するというものだった。主導したのはスウェーデンの外交官フェルセン伯爵であり、彼は国外との連絡役として暗号文や偽名を駆使して準備を進めた。しかし、計画は複雑さゆえに失敗の要因を多く抱えていた。王一家は大きく豪華な馬車を使用したため移動速度が遅く、各地の検問で注目を集めた。さらに、国民衛兵や郵便局員の一部はすでに王室に批判的で、国王の顔を貨幣で知っていたジャン・バテイスとドローが一行を認識し、バレンヌで拘束する決定的な役割を果たした。この逃亡劇は国内外で全く異なる反応を生んだ。フランス国内では国王は国民を見捨てたという批判が爆発し、立憲君主制への信頼が崩れた。一方、オーストリアやプロイセンの宮廷では王妃の危機的立場が明らかになったことで介入の是非が議論され、翌1792年には両国がピルニッツ宣言を発表し、フランスの王政維持を支持する姿勢を示した。しかし、この宣言はフランス革命派にとって外国による脅迫と移り、対外戦争の口実となった。現代の研究では、バレンヌ逃亡は単なる失敗ではなく、外交戦略上の賭けであったことが強調されている。もし計画が成功していれば、国境地帯で王党派軍と外国軍が合流し、パリへの圧力が強まり、王政の復権が現実的になっていた可能性がある。しかし、現実にはその失敗が革命の急進化を促し、王妃と外国勢力との結びつきが公然の事実として広まったことで、彼女は以後、国民を戦争に巻き込む裏切り者として扱われるようになった。バレンヌ以降、王妃はほぼ完全に民衆の信頼を失った。パリ機関の途上、沿道には沈黙や侮辱が並び、かつての宮廷文化の栄光は影を潜めた。だが、幽閉状態となったチュイルリー宮殿の中でも、彼女は諦めずに外国との連絡を続け、暗号文を用いてプロイセンやオーストリアの将軍に情勢を報告した記録が残る。バレンヌ逃亡の失敗は彼女の政治的生命を縮めただけでなく、彼女、革命の最大の敵という象徴的存在に押し上げたのである。第5章、幽閉中の極秘外交ルート、暗号文と外国大使館との接触。1791年のバレンヌ逃亡失敗以降、ルイ16世とマリー・アントワネットは、パリのチュイルリー宮殿に事実上の幽閉状態で暮らすことになった。外出は制限され、衛兵や国民衛兵によって常時監視される生活であったが、その閉ざされた環境の中でも、王妃は国外との連絡を絶たなかった。むしろ、この時期こそ彼女の外交活動はよりひそやかに、そして危険を伴う形で展開されたのである。その主な手段となったのが、暗号文と秘密書簡であった。アントワネットは、革命派に押収されにくいルートを確保するため、スウェーデンの外交官ハンス、アクセル、フォン、フェルセン伯爵を通じて手紙を国外へ送った。手紙には暗号化された文章や不可視インクが用いられ、表面的には日常の話題や家族の健康を記したものでありながら、特定の文字や符号を解読すると、軍事計画や政治情勢の報告が現れる仕組みになっていた。現存する資料の中で特に有名なのは、オーストリアの外相カルニッツや弟レオポルト2世宛ての書簡である。
これらには革命政府の内部対立やフランス軍の配置、パリ市民の動向に関する情報が含まれており、国外勢力が介入の可否を判断するための重要な材料となっていた。2016年にはフランス国立図書館と歴史学者の共同研究によって長らく判読不能だったフェルセン宛ての暗号文が解読され、その中で王妃が外国軍の進軍計画や戦略的圧力の必要性を訴えていたことが明らかになった。これらの通信活動は当然ながら命がけの行為であった。革命政府は王妃が外国との接触を持っているという噂を把握しており、1792年8月のチュイルリー襲撃の際には、宮殿内の鉄の戸棚アルモはあるド・フェールと呼ばれる秘密金庫から暗号文や外交書類が押収された。そこには王妃の署名や印象が押された文書が含まれており、外国勢との連絡が事実であることを裏付ける証拠となった。一方で国外の反応は複雑だった。オーストリア宮廷は王妃の安全確保を名目に軍事介入の口実を得たが、同時にフランス国内の王党派との調整が困難で即時の救出作戦は実現しなかった。イギリス政府はフランスの不安定化を好機と見つつも直接介入には慎重であった。ロシアのエカチェリーナ2世は王妃の境遇に同情を示したが、実際の軍事支援には踏み切らなかった。このように王妃の極秘外交は必ずしも期待通りの成果をもたらさなかったが、彼女が行動を起こしていたという事実は歴史的に重要である。それは彼女が単なる受動的な犠牲者ではなく、自らの地位と家族を守るために情報戦を駆使した政治的プレイヤーであったことを示している。しかしフランス国内では状況が急速に悪化していた。1792年4月、フランスはオーストリアに宣戦布告し、事態は全面戦争へと発展する。戦争が始まると王妃はますます祖国を敵に売った裏切り者とみなされ、8月10日のチュイルリー宮殿襲撃で王政は事実上崩壊した。王一家は捕らえられタンプル島へ移送される。この時点で国外との通信はほぼ不可能となり、王妃の外交活動は終わりを迎える。現代の研究ではアントワネットの暗号文は18世紀末ヨーロッパにおける情報戦の重要な事例として評価されている。特に王妃が直接情報を収集し分析し、国外の権力者に向けて戦略的な提案を言っていた点は、彼女を政治に無関心な贅沢な王妃とする従来のイメージを大きく修正する。外交史の観点から見れば、幽陛下における彼女の行動は王政維持のために可能な限りの政治的手段を行使した試みだったのである。第6章、裁判での戦略的黙秘、家族保護のための行動。1793年8月、ルイ16世が処刑された後、マリー・アントワネットはタンプル島での幽閉生活を続けていた。しかし革命政府、特に公安委員会は彼女を単なる前王妃ではなく、外国との内通者、そして革命を脅かす象徴的存在として処罰することを決定していた。9月にはコンシェルジュリー監獄に移送され、厳重な監視下で裁判の準備が進められることになる。王妃に対する訴追内容は多岐にわたり、浪費や外国との通謀、反革命活動など政治的なものから、宮廷の私生活に関する風文まで含まれていた。特に衝撃を与えたのは、検察官アントワーヌ・カンタン・フーキエタンビルが提出した息子ルイ・シャルルへの性的虐待という告発である。この告発は証拠が存在せず、明らかに彼女を道徳的に貶めるためのものであったが、革命期の民衆裁判では感情的効果が極めて大きかった。裁判の記録によれば、この告発に対してアントワネットは当初沈黙を貫いた。だが陪審員の一部がその沈黙を暗黙の認めと解釈しようとしたため、彼女はついに口を開き、母親としてこのような言葉に応えること自体が侮辱であると述べ、審理を見守っていた女性たちの一部から同情の声が上がった。この瞬間は彼女が戦略的に沈黙を破り、感情的共感を引き出した稀有な場面として知られている。しかし他の多くの場面で彼女は沈黙、あるいは簡潔な否認を選んだ。これは同時に拘束されていた義理の弟プロバンス伯や国外に逃れた王族
さらにはタンプル島に残された娘マリー・テレーズの安全を守るためだったと考えられている。王妃が詳細に語れば、外国との通信経路や協力者の名前が露見し、残された家族の命が危険にさらされる可能性があった。審理の中で検察側はバレンヌ逃亡、外国軍との連絡、首飾り事件といった過去の出来事を一連の裏切りの証拠として提示したが、王妃はそれらを一貫して否定し、また時には記憶の欠如を装った。現代の歴史家の分析によれば、彼女は自らの無罪を完全に証明することよりも、証言によって他者を巻き込まないことを優先していた可能性が高い。審理はわずか2日間という短期間で進められ、10月16日の未明に有罪判決が下された。罪状は国家反逆と資源の国外流出、革命精神の破壊などであった。判決文は形式的で、実質的には政治的意思が優先されたものであった。判決を受けた後、彼女は短い手紙を娘に残したが、その中で家族や協力者の名前には一切触れなかった。この戦略的沈黙は、当時の革命政府にとっては、反省の欠如と映ったかもしれないが、歴史的には異なる評価がなされている。20世紀以降の研究、特に外交史やジェンダー史の視点からは、王妃の沈黙は、情報漏洩を防ぐための防御戦略として解釈されるようになった。証言を控えることは、彼女自身の運命を変える可能性をほとんど残さない一方で、家族や国外の応答派ネットワークの安全を守る効果を持ち得たからである。同時に、この黙秘は彼女の政治的主体性の証拠ともなる。浪費と軽薄の象徴として語られがちなマリー・アントワネットが、最後の局面で計算された行動を選び、言葉を武器ではなく盾として用いたという事実は、従来のイメージを覆すものであった。そして10月16日朝、彼女は処刑台へと向かう。白いシュミーズ姿に黒い靴、断髪された髪を帽子で覆い、護送車に揺られてコンコルド広場、当時の革命広場に到着した。沈黙を貫いた裁判と同様に、最後の道のりも彼女は言葉少なに過ごしたが、その姿は後世にさまざまな解釈を残すことになった。第7章、歴史的評価の変遷と現代の再解釈。マリー・アントワネットの死後、その評価は長く、浪費と軽薄の象徴という単純化された像に支配されてきた。革命期のパンフレットや風刺画、そして19世紀の歴史叙述は、彼女を民衆の苦しみを知らぬ異国の王妃として描き、その人物像は事実よりも感情によって形作られた。しかし20世紀後半以降、一次資料の精査や新たな研究視点の導入により、そのイメージは大きく修正されつつある。19世紀のフランスでは、王党派の一部が彼女を殉教者として神話化し、逆に共和派は王政の腐敗の象徴として非難を続けた。この二項対立は文学や演劇の中でも顕著で、例えばラマルティーヌやジュール・クレーの著作は王妃の悲劇性を強調する一方、共和派史家のミシュレは彼女を国民感情を踏みにじった人物として描いた。この時代、史実よりも政治的立場に応じた評価が先行していたことは否めない。20世紀前半には、フランス革命史研究が社会経済史の視点を取り入れる中で、マリー・アントワネット個人への関心はやや薄れた。しかし第二次世界大戦後、特に女性史やジェンダー史の交流とともに、彼女の行動や発言が新しい文脈で読み直され始めた。例えば、従来は浪費癖とされ対象や宮廷改革は、18世紀末ヨーロッパにおける消費文化や経済政策、さらには国際政治上のメッセージとして再評価されるようになった。外交史の分野でも王妃の役割は再解釈されている。バレンヌ逃亡や暗号文による通信は、かつては無謀な行動や裏切りとして描かれたが、近年の研究はこれを危機下における外交交渉の一形態として理解する。特に現存するフェルセン宛ての暗号文の解読は、彼女が単に情報を送るだけでなく、戦略的提案を言っていたことを示しており、従来の受動的な王妃像を覆す証拠となった。また、文化史の観点からは、彼女のファッション改革やトリアノンでの田園風生活が、18世紀末のヨーロッパに広がった自然回帰思想や新しい女性像の実験的試みとして位置づけられるようになった。
ただしこうした文化的挑戦は当時のフランス社会においては政治的含意を持ち、既存秩序に挑戦する危険な行為とみなされたことも事実である。現代ではマリー・アントワネットは単なる悲劇の王妃ではなく、複雑な政治的文化的背景を持つ歴史的アクターとして描かれることが多い。映画や小説においてもこの新しい視点が徐々に取り入れられ、史実と創作の間で彼女の多面的な人物像が再構築されている。もっとも依然として大衆文化においてはパンがなければという虚偽の逸話が根強く残っており、史実の浸透には時間を要している。このようにマリー・アントワネットの評価は時代ごとの政治的社会的文脈に左右されながら変化してきた。今日の研究は彼女を浪費家か殉教者かという単純な二分法では捉えず、国際関係、経済、文化、ジェンダーなど多角的な視点から理解しようとしている。それは同時に歴史において人物像がどのように形成され変化し利用されるのかという問題をも照らし出している。今回の動画は以上となります。マリー・アントワネットの生涯は浪費と悲劇の象徴という単純化された像を超え、18世紀末ヨーロッパの外交、情報戦、文化変容を映す鏡であった。オーストリア王女としての出生から王妃としての宮廷改革、首飾り事件の政治利用、バレンヌ逃亡、幽閉中の暗号外交、そして裁判での沈黙まで、彼女の行動は常に国際関係と国内政治の交錯点にあった。現代の資料研究は彼女を受動的な被害者ではなく、危機の中で戦略的判断を下す主体として再評価している。私たちは歴史における人物像がどのように構築され、時代ごとに再解釈されていくのかをこの事例から改めて問うべきだろう。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。